データ解析コンペ、オープンパックチャレンジ2022の、説明をさせていただきます。で、これですね、時系列のセンサーデータから、コードを認識するプログラムを作ってですね、で、その認識性能で、競うコンペ、でして、で、ですね、人間なり動物なりですね、生き物の行動を研究されている方でしたら、行動認識のセンサーデータからですね、行動認識するプログラムでですね、勉強しといて損はないと思いますので、学生さん等のですね、勉強も兼ねて、ぜひともご参加いただければと思います。で、今回のですね、コンペでは、工場のですね、工場でも産業の分野の、作業者のですね、行動認識をすると。で、それのちょっと背景だけ簡単に申し上げとくと、最近ですね、インダストリアル 4.0 とかって言ってですね、産業の、分野とかで、工場とかでですね、設置されている機械とかっていうのが結構 IoT 化されてきて、で、稼働状況とかですね、その内部のセンサー情報とかっていうのが、リアルタイムでですね、サーバーとかに送られてですね、で、それを解析して、で、生産性を向上させるような、枠組みっていうのがですね、整いつつあるんですけども、まだですね、やっぱり、多くのですね、業務とかっていうのが、人の手で行われてて、で、その人がですね、行っている行動とかですね、作業っていうのはまだやっぱりデジタル化っていうのがあまり進んでいないと。ですがですね、カメラとかセンサーとかがですね、結構普及してきてまして、それらを使ってですね、センシングした、人間の行動っていうのをですね、行動認識をですね、行うマシンラーニングモデル、機械学習モデルとかを使って、今どういった行動とかどういった作業をしているのかっていうのを認識してですね、それを作業行動データとして、サイバー世界に上げると。で、そうすることで、その中で、産業の工場とかで働くですね、人の、作業行動もですね、反映した、これデジタルツインというかですね、のループができますよと。ですんでですね、こういった、人間の行動をですね、センシングして、行動認識するような技術が非常に重要ですよとかですね。であとそういった、現場ではですね、スキャナーとかそういったですね、IoT デバイスとか使って、作業とかも行われることがあってですね、でこういったデバイスの情報とかも、吸い上げられたりとかしているので、そういうのも組み合わせて、認識することでですね、さらに、認識性能とかも向上するだろうと。で、そういったですね、研究っていうのを支援するために、オープンパックデータセットっていうのを作ってて、で、これはですね、パッキング作業ですね、パッケージング作業。アマゾンとか楽天とかでですね、皆さん、買い物したらですね、そういった流通センターみたいなところで、段ボール箱にですね、商品が詰められて送られてくるんですけども、そのですね、作業に関するですね、データセットっていうのをですね、作ってまして、で、これ、横軸が時間になってて、で、この画像がですね、これデプスセンサーっていう、マイクロソフトのキネクトみたいなですね、カメラ、センサーからの距離をですね、測る、センサーとか、で、あと人の体にですね、スマートウォッチみたいなのをつけて、で、その手の動きとかをですね、の加速度センサー取ったりとかして、で、他にも、その作業者が使っているですね、ハンディスキャナーとかそういったのの動作ログとかですね、でそういうのを収集して、でそれらに対してですね、ラベリングもしてるんですよね。で、ここからここまでっていうのはピッキングっていう作業をしていますよとかですね、ここからここまでは、アイテムラベルを貼り替えていますよとかですね、そういったラベルを、全部振ってまして、で、総計、54時間ぐらいのですね、データを作っていると。で、今回ですね、ご紹介するコンペでは、この、オペレーションって呼んでるんですけども、その行動ですね、やってる行動をセンサーデータから推定するということになります。で、ちょっとデータが、作業というのはどんなものなのかですね、ざっくり、動画見たら分かっていただけるかなと思うんですけども、この DIPS データなんですけど、なんだろうな。
こうなんかこう箱をなんか机の上に置いて、で、机の上に置いてるなんかアイテム、これはすみません、ガムテープでですね、まあ、箱を作って、で、まあ、その後にですね、なんかアイテム入れたりとか、アイテムのバーコードをスキャンしたりとかですね、まあ、オーダーシートのバーコードをスキャンしたりとか、まあ、いろんな行動をするんですよね。で、そのまあ行動をですね、まあ10、種類の行動をまあ順番にするようになってて、ピッキングとかリロケートアイテムとかですね、まあ、そういった一連の作業っていうのをまあ繰り返し行っていると。で、それのセンサーデータを使って、どの行動をしているかというのも推定します。でですね、まあ、それを使ったですね、コンペの詳細なんですけども、まあ、オープンバックチャレンジという名前にしてまして、で、これですね、まあ、ユビキタスとかパーベーシブコンピューティングをですね、まあ、国際会議である、まあ、パーコムというですね、まあ、国際会議のワークショップの中でですね、行う予定です。で、このまあワークショップもですね、まあ、まあ、バード2023という、ワークショップでですね、まあ、それも行動認識に関するですね、ワークショップですんで、まあ、ぜひともちょっと論文の投稿の方もぜひともご検討ください。で、まあ、そのですね、ワークショップの中で、コンペを行うんですけども、先ほど申し上げた10種類の行動をですね、認識するタスクで、で、まあ、センサーとしてはですね、その加速度センサーとか、骨格のデータとかですね、まあ、皆様、加速度とか骨格とか結構使われている方いらっしゃると思いますけども、まあ、そういうのに加えて、まあ、スキャナーのデータとかですね、まあ、いろんなデータが使えるようになっています。で、まあ、実際ですね、10月15日から始まってまして、で、1月15でも終わります。で、またですね、企業さんにスポンサーになっていただいて、上位3チームにはですね、賞金。で、あと、階層ナビのですね、新学術、学術変革の、階層ナビのですね、まあ、支援もいただいて、その渡航のですね、旅費というのも、まあ、支援させていただくことになっています。で、まあ、URL ですね、まあ、後で、お送りしますけども、このオープンパックチャレンジというですね、URL に行っていただければ、詳細が、書いてあります。でですね、まあ、タスクの概要なんですけども、まあ、入力のですね、まあ、加速度データが、解析対象の加速度データがありますと。まあ、それがまあ60秒分の加速度データがあって、でですね、まあ、加速度データ以外にも、先ほど言った骨格のデータとかもあるんですけども、でそれがですね、まあ、30Hz で加速度の場合は取られている。で、加速度センサーですね、両手につけられててですね。ですんで、まあ、3軸の加速度なんで、計6チャンネルになっていると。で、それがですね、まあ、30Hz で60秒なんで、1800ポイント、データがありますよと。で、これをですね、まあ、ニューラルネットワークに限らず何らかのですね、行動認識モデルでもって、まあ、認識するわけです。で、今回ですね、ちょっとサンプルプログラムとかも用意してまして、まあ、そのプログラムではですね、この一個一個のデータ点ごとに、その10個のうちのどの行動クラスかっていうのをまあ推定して、で、まあ、出すようになってます。で、コンペ自体ですね、まあ、1秒ごとの行動を当てるっていうふうなコンペになってて、で、その結果をですね、ちょっとダウンサンプリングして1秒ごとの結果に直すみたいな、そういったプログラムをですね、ちょっと用意していて、それを後でそれを使って説明をいたします。で、今回ですね、後でプログラムを、紹介させていただくんですけども、まあ、ディープコンボ LSTM っていうですね、まあ、行動解析とかによく使われるようなモデルを、まあ、ちょっとシンプル版の、まあ、CNN って畳み込みを行うですね、そうだけでまあ構築したシンプル版でですね、今回の説明を、まあ、後ほどさせていただきます。で、このですね、CNN、まあ、コンボリューション層っていうですね、層から、4つの層のコンボリューション層からですね、なるネットワークをまず、まあ、作って、でそれで、まあ、認識するんですけども、これですね、このコンボリューション層では、まあ、特定のですね、まあ、入力がですね、加速度データなんで、まあ、特徴的なですね、波形っていうのをですね、こう、畳み込み演算で、まあ、抽出して、で、それをまたさらに、その抽出結果に対してまたコンボリューション、層でですね、処理してまた特徴的な、まあ、波形というんですかね、特徴量というのをまあ抽出してというのをですね、まあ4段階に分けてやっているというようなネットワークになります。で、このですね、なんか、計5と書いてあるんですけど、これですね、コンボリューション層にはいくつか、こう、設定できるハイパーパラメータっていうのがありまして、
で、その一つがですね、カーネルサイズです。で、今回お見せするですね、エグザンプルでは、そのカーネルサイズの話をちょっと、カーネルサイズを変えたりするような話をするんですけども、このカーネルサイズっていうのはですね、この畳み込み演算を行うフィルターのサイズですね。で、畳み込み演算を行うことでですね、その、特定のパターンに、マッチしたところのですね、見つけることができるわけですけども、で、その時のですね、そのパターンの、時系列的な長さですね。それはカーネルサイズになっています。で、例えばですね、この A で横軸が時間 A だとしますと。で、各時刻ごとにデータがありますと。で、時刻後にちょっと着目すると、これですね、カーネルサイズ3の、畳み込み演算は、畳み込みフィルターをかけることを考えると、この周辺のですね、4、5、6のこの3つのサイズのフィルターの、ウィンドウに対してですね、サイズ3の、カーネルというかですね、そうですね、叩き込みのフィルターをですね、かけて、で、その結果をですね、時刻後のところに格納すると。で、このですね、畳み込み演算っていうのを、この、適用するウィンドウをですね、初めからずっとずらしてビーッと横にスライディングさせて、で、その結果をですね、格納していくと。ですんで、時刻4の場合だったら、時刻3、4、5のデータに対して畳み込み演算して、で、その4のところに格納すると。で、それがですね、最初のレイヤーで行われることです。で、次はですね、またその畳み込み演算を行った結果に対して、またさらに畳み込み演算を次のレイヤーで行うと。で、同様にですね、カーネルサイズが3だったら、4、5、6の結果に対して、畳み込み演算を行って、5のところに、格納すると。っていうのをですね、だんだんとやっていくと。で、これですね、情報が集約されていくわけですね。そのカーネルサイズの、この場合だったら3の領域から。ですんで、ネットワークが深くなればなるほどですね、その時刻5のところには、元々の入力のですね、時刻2から8までのデータっていうのが、抽出された状態になっていると。で、このですね、カーネルサイズっていうのを変えると、例えば3から7に変えるとですね、より広くの、領域から、情報を集めることができるわけですよね。ですがですね、この場合だったらですね、長さ4の、長さ7のですね、カーネルを、フィルターを使うわけですけども、これですね、その長ければ長いほどいいっていうわけでもなくて、例えばですね、検出したいような波形のですね、長さっていうのが、あんまりこのカーネルサイズとかに合ってなかったらですね、うまく抽出できなかったりするでしょうし、カーネルサイズがですね、大きくなったら、ニューラルネットワークのパラメータも増えるので、その分のディスアドバンテージみたいなのもあったりする。で、こちらいいかな。で、実際にですね、チュートリアル用のノートブックを用意してまして、このですね、URL。これ、今から、ブラウザを立ち上げますので、これオープンパックチャレンジのホームページが出てきます。で、これ初めの方はですね、オーバービューとかバーとか書いてあって、で、データの説明とかもあります。で、あとプライズの説明とかです。で、あと参加していただくにあたって、これですね、コーダラボというですね、コンペを運営できるサイトの上でですね、運営してまして、で、そこにちょっと登録していただく必要があると。で、また、チーム単位でですね、参加を受け付けているので、その後にちょっとチームレジストレーションというのをしていただく必要があるんですけども、Google フォームで。で、これのちょっとやり方、こちらに書いてあるので、やっていただければと思います。で、あとスケジュールですね。で、あと、あれですね、その下のあたりに、サンプルプログラムがあります。この Getting Started の中ですね。で、この、ビギナー、一番下のですね、ビギナー用のやつで、日本語のやつを用意していますので、これでですね、シンプルなニューラルネットワークを学習するような、エグザンプルというのが入っていると。で、これが、チュートリアル用のプログラムです。で、これで、一応、同様にですね、そのデータセットとかの説明とか、コンペの説明とかですね。で、あと、
コードクラス、10個あるコードクラスの説明とかですね。そういうのがあります。で、あとさっきのムービーとかですね。で、先ほどちょっと説明したところが、ちょっといろいろ書いていたりします。でですね、これをちょっととりあえず実行していただこうかなと思います。で、これですね、これは、Jupyter ノートブックっていうやつを、で作ってまして、で、これはですね、その Web ブラウザ上で Python を、Python でプログラムをですね、Python のプログラムを実行できるような環境なんですよね。で、これ実際ですね、このサーバーは Google が持ってて、その Google のサーバー上でプログラムを動かせると。ですんでですね、なんですかね、手元にGPU のサーバーとかがなくても、使えますよと。で、これですね、その Google のサーバー上で、いろんなコンピューターがあって、その上で動かせるんですけども、このランタイムのタイプを変更っていうところですね。これ、ランタイムっていうのを、これ開いていただけたら、これランタイムっていうのがですね、メニューとして出てると思うんですけども、ランタイムのタイプを変更っていうのですね。これ多分初め何になってると思うんですけども、これ GPU にしていただかないと、これ機械学習とか、ディープラーニングとか使うので、動かないというかすごい遅いです。でですね。で、あとはですね、ちょっと、一回実行する前にですね、ちょっと軽くプログラムを説明しますけども、ですね、これまた初めにちょっとこの Google のサーバー上にですね、いろんな必要なデータとかですね、パッケージとかダウンロードするところがちょっと入ってて、で、この、皆さんの Google ドライブですね。Google ドライブに、データを保存するようになってます。で、この、ちょっと Google ドライブのですね、パーミッションをちょっと、このですね、ノートブックが Google ドライブにアクセスできるようにですね、ちょっと、ポップアップウィンドウで許可を、していただかないといけないんですけども、それしていただいたら、皆様の Google ドライブのですね、コラボノートブックスオープンパックデータセットの中に、データセットをダウンロードします。で、これ1回やったらですね、もうずっと保存されてるんで、もう2回目はやる必要なくて、もしも何回もやるときはこれコメントアウトしていただければと思います。で、あとはですね、使うモジュールをインポートするようなコードとかがあって、このあたりも全部無視していただいて、で、あと、設定ファイルの読み込み。このあたりも、ちょっと気にしなくていいです。で、重要なのがですね、このニューラルネットワークのモデルのところです。で、先ほど言ったですね、簡単な、畳み込みレイヤーのみからなるですね、ニューラルネットワークというのをですね、このね、これですね。これとまたもうちょっとですね、アドバンスドなネットワーク。この計3つをこの、エグザンプルでは用意してまして、その最初のバージョンですね。これちょっと、ちょっと見ていただくと、この DeepConv-LSTM-V1 っていう、クラスがあります。で、この中でですね、先ほどの4つの層から4つの、畳み込み層からなるですね、ニューラルネットワークを、定義してるんですけども、このあたりですね、実際にゼロから作ろうと思ったら、PyTorch とかっていう、ニューラルネットワークのライブラリの勉強をちょっとしていただかないといけないんですけども、これ、とりあえずですね、何バージョンかですね、プロトタイプバージョンが作ってて、で、それのですね、パラメータをいろいろ変えるだけでいろいろ試せるようには今はしてます。で、これもうちょっと説明させていただくと、これ最初にですね、このいろんなパラメータを決めるんですね。そのカーネルサイズ。さっきのカーネルの、幅ですね。とか、レイヤーの数とか、あと、その畳み込みフィルターを一つの層で何個用意するかみたいなですね。その3つのパラメータがあるんで、それを今適当に入れてます。で、ここをですね、ここはですね、先ほど言ってた4つの畳み込み層を作っているところなんですけども、これですね、このコンブ 2D っていうのが畳み込み層で、これをですね、4分で、これ N コンブレイヤーズっていうのが4なんで、これで4分で4回ですね、回して、畳み込み層というのをですね、4つ作っているところです。
ちょっとこれ難しいかもしれないですけども、ここら辺は、なんですかね、理解しなくても、動かすことができるので、で、その4つ、4つのレイヤーを作った後に、結果を出力するですね、出力層というのを作っていると。で、それも、畳み込み層で作ってます。で、PyTorch ではですね、この、これ、なんですかね、ニューラルネットワークのモデルを作るときにですね、この NN モジュールっていう、モジュールをですね、継承したクラスをちょっと作らないといけないんですけども、その中でですね、先ほどのモデルの構成と、であと、その各層がどういうふうに情報をこう受け渡しているのかみたいなですね、そういうのを定義するフォワードファンクションというのをですね、ちょっと作らないといけなくて、で、これもですね、今のこのまま使っていただくんだったら変えていただく必要はないんですけども、これはですね、この X っていうのが、入力の加速度データです。で、それをですね、先ほど定義した層の中でどういうふうにですね、伝播させていくのかというのを定義してます。で、これですね、先ほど作った、畳み込み層っていうのがですね、このコンボブロックスの、これリストなんですけども、この中に入ってて、で、それをですね、フォームで順番に呼び出してます。で、これ、フォームの1回目のループではですね、その1層目のブロックが呼び出されて、で、それに対してですね、その入力のセンサーデータを掘り込むと。じゃあですね、畳み込み演算を行って、その結果をまた X に格納すると。じゃあ次2番目のループではですね、2番目のブロックが呼び出されて、で、その X をまたその2番目の畳み込み層に掘り込んで、で、処理して X に代入すると。で、それをですね、そのブロックの数だけやると。で、最終的にその4番目の層の出力を出力層に掘り込んで、で、その結果を返す。っていうふうな、流れになっています。で、そうすることで、こういうですね、ネットワークが、作れると。で、とりあえずはですね、このパラメータとかいろいろいじってですね、調整して、いただくだけでも十分だと思います。で、もうちょっとアドバンスなネットワークっていうのもですね、このディープコンボ LSTM バージョン2とか3とかっていうのもあるんで、ご時間があれば試していただければと思います。で、あとですね、編集必要ってこっち書いてあるんですけども、ここでですね、ちょっとこの PyTorch ライトニングというのを使って、どのモデルを、動かすかみたいなのをちょっとここで設定するんですけども、ここでですね、先ほど使ったコンボ LSTM V1 っていうのをですね、ここで動かしますよっていうのをここで定義していると。で、これをですね、また別の、例えばバージョン2、これはディープコンボ LSTM ってやつなんですけども、これを動かしたい場合は、このですね、2番目のやつをこれコメントアウトして、コメントを消して、この1番目のやつをコメントアウトすればですね、このバージョン2の方が動くと。ですので、どのモデルを使うかの切り替えのところにここは使うだけです。それ以外はあんまり、基本的にはいじらなくていい。で、あとはですね、バーッと実行すると、あらかじめですね、こちらが用意した学習データとテストデータがあるので、それを読み込んでですね、学習して、で、テストデータで評価してくれると。で、あとですね、コーダラボって先ほどのですね、サイトにアップロードするような、ZIP ファイルも最後に作ってくれます。で、これですんでですね、とりあえず皆さん、これ、ランタイムのボタンを押して、すべてのセルを実行っていうのをですね、やってみてください。じゃあですね、多分動くはずです。で、はじめですね、なんですかね、ちょっとパッケージのダウンロードとかインストールとかするんでですね、ちょこちょこっと時間がかかるんですけども、で、ここでですね、ちょっと Google ドライブに接続する許可を与えないといけないですね。これ Google ドライブ、皆さんの Google ドライブにデータ保存するので、で、ちょっと許可をいただかないとちょっと先に進めません。でですね、ちょっとクラウドに置いてあるデータサーバーからですね、データをダウンロードして、で、その後に先ほどのモデルを、動かします。で、あとはですね、先ほど設定したというかですね、DeepConv LSTM バージョン1っていうのを使って、ダウンロードしたデータでですね、学習をします。
で、これ、この推定、今、学習した後のですね、結果っていうのが、出てると。評価指標ですね。プレシジョンリコール F1 スコアっていうのも行動ごととかですね。全体の平均とかが出てます。で、あと認識結果の可視化みたいなのも、用意してて、で、このですね、これ横軸時間で、で、この赤がですね、正解の、ラベル。で、このバックグラウンドのですね、この色が、これが黄色ければ黄色いほど、この行動って推定されているですね、確率が高いと。でこれは全然認識できてないんですけども、部分的にですね、ちょっと黄色くなってる。この正解のところで黄色くなってる。で、まあ、まだまだ全然ですよね、これは。で、この後にですね、なんかこう、これもちょっと自動的に作られるんですけども、このコンペサイトにですね、投稿する用のデータで、推論を行って、で、投稿用のですね、なんか、結果ファイルみたいなのを、作成してくれます。で、これはですね、この提出用 ZIP ファイルの作成のところでですね、ちょっと書いてあるんですけども、これ Google ドライブのですね、コンテントログズ、これ、左のですね、目次のこのファイルブラウザを開くと、これ、ディレクトリ構成が見れるんですけども、その中のですね、コンテントログズ、ATR レフトリスト、ディープコンプレスティーム、ほにゃららほにゃららのところにですね、その結果提出用の、あれどれだか、ログズか。ZIP ファイルがですね、もう自動的に作られるので、それをですね、コーダーラボにアップロードすればいいだけです。どれだこれサブミッション .zip っていうのがあるんですけども、でこれをですね、ダウンロードしてもらって、で、で、次、コーダーラボのところにですね、アップロードすればいいんですね。で、これ、コーダーラボの、URL なんですけども、これもですね、ホームページには書いてはいるんですけども、この URL になってます。すみません、これ間違えました。これ Google グループです。で、その、Twitter とかですね、Google グループで、一応情報とかも配信してるんでですね、ちょっと登録していただければと思います。で、コーダーラボちょっと入っていただいたらですね、こういうような画面があって、で、これパーティシペイトってあってですね、こうですね、でログインしてなかったらサインインっていうボタンが出るんで、で、これ、コーダーラボ、まあ、なかったらですね、これ、コーダーラボのアカウントを作っていただいて、作っていただいたらですね、入ることができます。で、そこでですね、なんか、サブミットとかっていうメニューがあるんで、そこでですね、結果のサブミッションができます。で、これですね、そのディベロップメントフェーズっていうのとファイナルフェーズっていうのがあって、これディベロップメントフェーズと開発用のですね、まあ、一応ちゃんと結果が、結果ファイルがですね、ちゃんと作れてるかどうかの確認とか、まあ、開発のための、えっと、フェ、えっと、まあ、フェーズというかですね。で、ファイナルフェーズはこれ、もうできたやつを、最終的な結果をアップロードするやつ。で、まあ、とりあえずディベロップメントフェーズで試しにですね、なんか、サブミットすることができると。で、これサブミットってボタンを押して、でですね、どれかな。サブミッションかな。っていうのをですね、これアップロードすると、今、サーバーでですね、この正解データとですね、正解データがわからないデータを認識してるんですけども、その正解データをですね、見て、で、正解率を計算しています。これはいずれ出るんですけども、で、それでも確認できると。で、これですね、このディベロップメントフェーズとファイナルフェーズに分かれてて、ディベロップメントフェーズではですね、いろいろ開発して試すフェーズで、ファイナルフェーズはですね、これ1日に5回しか結果をサブミットできないんでですね、まあ、ディベロップメントフェーズで一応いろいろ試してもらって、ファイナルフェーズで最終的な結果を出すと。で、ですね、ちょっと説明忘れてたんですけども、ディベロップメントフェーズのデータとですね、ファイナルフェーズのデータがちょっと違うんですよね。を分けていて、で、最初の設定のところでですね、こうかな。こ
設定ファイルの読み込みみたいなところがあるんですけども、そこのですね、これ今デバッグスプリットという、これ、デベロップメントフェーズ用のデータのちょっと設定なんですけども、これをコメントアウトして実行していただいたら、ファイナルフェーズ用の結果が出るようになるんで、ちょっとそこだけちょっと注意です。はい。てな感じでですね、これ、認識精度の 28% で、全然できてないわけですけども、はい。いろいろ改良すればですね、だいぶ上がるようになります。で、今もですね、この何人かアップしていただいてるわけ、していただいてるんですけども、そうですね。なんかその順位みたいなのが出ていると。で、皆さんちょっとぜひとも、まずコーダラボのですね、アカウントを作ってもらって、で、このですね、先ほどのやつのモデルの、書き換えるところはですね、本当に少ないですね。このエグザンプルを使う場合は、この DeepCompLSTM V1 のクラスの中のカーネルサイズとかのパラメーターとかですね。これをなんかいろいろ変えてみる。あと違うモデルを使いたいんだったら、この PyTorch Lightning の、設定のところですね。どのモデルを使うかっていうのを選択する。ここを書き換えるだけでも全部提出用のですね、データも作れるんで、ちょっといろいろ試してもらえればなと思います。で、認識結果のね、精度とかもですね、先ほど申し上げた通りに出るんで、いろいろパラメータ変えてですね、どんな感じのモデルがこのデータに合ってるのかとかですね、そういうのを探してもらったりとか、もっとですね、より、モデルとかに詳しい方は、データフュージョンのやり方を考えてみたりとかですね。これ今、左右ですね、左右の加速度データをもう6軸の入力信号にしてですね、掘り込んでるんですけども、例えばですね、右手と左手を別々に処理してからマージした方がいいのかとかですね、いろいろ、あと他にも、あれですね、スケルトンのデータも用意してるんですけども、それをまた取り入れるためにはどうしたらいいのかとか、どうやってマージするのかとかですね。そういうのもいろいろ工夫いただければなと思います。で、一応ですね、この Getting Started の中に他にもいろいろ用意がしてあって、データセットダウンロードしてですね、ビジュアライズするようなコードとか、UNet っていうもうちょっとなんか、なんですかね、長いシーケンスをセグメントするようなモデルみたいなのがあるんですけども、それを使ったチュートリアルとか、で、あと、いろんなですね、入力のモダリティを、加速度データ以外もですね、使ったりするようなエグザンプルとかですね、もう用意してるんで、それなりに簡単に実装できるんじゃないかなと思います。はい。ちょっと少々長くなりましたが、オープンパックチャレンジの説明でした。ぜひとも、周りにお声かけいただいて、積極的にご参加ください。